はい、皆さんこんにちは、ミニッツ開発リーダーの今崎です。前回ですね、双葉さんの 10PX をご紹介しましたけれども、10PX が出たタイミングですね、その少し前に KO さんから、こちらの EX NEXT が発売になってます。で、ぶっちゃけその NEXT と 10PX 比べてどうなのよっていうのが結構聞きたいところかなと思いますんで、私なりにですね、体感したことをご紹介したいかなというふうに思います。前回までのですね、10PX 対 7PX の動画に関してはですね、前回、やってますんで、また改めて、見ていただければなと思います。今日はですね、この EX NEXT をやってみてですね、前回やった 10PX との違いなんかをご紹介できたらいいなと思っています。はい、では早速やってみます。この EX NEXT なんですけれども、今まであったですね、表彰でいうところの EX6R、あとKO さんでいうところの EX2 とか WR とかですね、あの辺と比べるとなんですけれども、全体的にですね、分解能が上がっているフィーリングで、車がですね、すごくスムーズに動くような仕上がりになっているかなというふうに思います。やっぱりですね、その辺はもともとですね、KO さんが、基盤も作ってまして、送信機と受信機のバランスというところが、やっぱりかなりマッチングがいい部分に作られていますので、長年 KO さんのプロコを使ってた人の中でですね、一番違和感なく、そのまんま高性能になったなっていう印象を受けられるかなというふうに思います。はい、かなりですね、やっぱり全体的に尖ったところがなくてですね、操縦はすごくしやすいです。ステアリングの初期なんかもですね、かなりマイルドな動きになってますので、ハイエンドプロコを初めて買うという方にもですね、とっつきやすい仕様なんではないかなというふうに思います。ちょっとですね、NEXT やってみましたけど、やっぱりですね、EX6R とかですね、他の KO さんの送信機なんかをそのままブラッシュアップしたフィーリングになっています。トータルのフィーリングはすごく似てるんですけれども、全体的に分解の高くなったような動きになります。よりスムーズで、なんつうんですかね、よりマイルドな感じがします。結構長年 KO さんの送信機使われている方は一番フィーリングが合うんじゃないかなというふうに思います。で、前回のですね 10PX、双葉さんの 10PX と比較してどうなのかというとですね、結構大きく異なります、フィーリングとしては。なのでどっちがいい悪いっていうのはもう正直その操縦する人の好みになっちゃうところがあるんですけれども、 KO さんの方はやっぱり全体的に何ていうんですかね、スムーズでマイルドっていう感じですね。なんか尖ったところがなくて操縦はすごくしやすいです。で、双葉さんの 10PX はですね、7PX ベースで全体的になんつうんですかね、本当に細かく動くようになってますんで、切り始めの初期からその切ったら切った分だけ動くっていうところがすごく 10PX は、優れているかなというふうに思います。なので逆に言うとですね、結構右手をしっかりきれいに動かさないとザクザクなんつうんですかね、大きく動かしちゃうと車もその分大きく動くんで、操縦自体は少し難しくなる傾向にあるかなというふうに思います。ただですね、結構人間の方が慣れちゃうので、使い始めから結構その送信機で慣れちゃうと綺麗に思ったように動く送信機の方がいいなと感じる人もいるかもしれませんし、全体的にこのマイルドな方がいいかなっていう人もいるかと思います。なのでですね、なかなか2つ買って試すっていうのは難しいと思うので、お近くのミニッツやってる仲間とかにですね、送信機違うユーザーとかがいたらですね、ぜひ
同じ車で試していただくとすごく違いが分かります。はい、それですね、前回と、今回と同じ車を使ってですね、送信機能による違いをご紹介してきました。今日はですね、ゲオさんの EX NEXT をやりました。で、前回双葉さんをやりましたけれども、やっぱり送信機は全部種類でかなり動き異なりますので、できればやってみて、違いを体感していただくのがいいかなと思います。ぜひですね、ご自分に合ったものを選んで、より楽しいミニツライフを送っていただければなと思います。